海道も海外テックのこれまじミントです。リナです。今日の主役は AI が書いた1枚の答案です。答案？テストの？はい。数学の難問を AI に解かせたら見事に正解しました。従来の採点なら文句なしの満点です。ところがこの答案、よく読むと問題が試したかった数学を一度も使っていないんです。満点なのに解いてない？どういうこと？ 8 月3日に公開された論文がこの現象に名前をつけて正面から規模を測りに行きました。舞台は世界中の AI の賢さ比べに使われている数学、物理、科学のベンチマーク、いわば AI の学力テストです。 AI ランキングの元になってるあのスコアのことだね。気になる。見せて。まずその答案から見てもらいます。問題はこうです。6つの連続する素数の積が与えられた32桁の整数になる。その6つの素数を求めよう。うわ、いかにも数論の問題だね。素数の性質をうまく使って絞り込んでいくやつだ。出題の意図はまさにその同質です。ところがこの AI はまず32桁の数の6乗根を計算しました。6乗根？あ、そうか。6個の素数はどれも同じくらいの大きさのはずだから大体の位置がわかる。鋭い。6乗根はおよそ20万162。そこで AI はその前後にある奇数を片っ端から素数判定して6連続素数の候補を掛け算しては32桁の数と一致するか試していきました。そうあたりだ。一致する組が見つかったのでそれを答案に書いて正解。従来の採点では満点です。それで満点？これマジ？いやでも解いたって言えるのそれ？まさにそれが今日の問いです。答えは合っている。途中の計算も一つ一つは正しい。でも問題が測ろうとした数論の力はどこにも使われていない。論文はこれを3つの道で整理しています。正しい同質で正解にたどり着く道、同質を間違えて不正解になる道、そして3つ目が同質を飛ばして探索や当てずっぽうで正解だけを拾う道です。従来の採点は答えしか見てないから1本目と3本目の区別がつかないんだ。その通り。論文はこの3本目をソリューションハッキング、日本語にすると解放ハックと名付けました。今日のタイトルのカンニングはこれのことです。カンニングって言うと答えを盗み見たってこと？違います。試験中に答えの一覧を見たわけでも訓練データに答えが混ざっていた、いわゆる汚染の話でもありません。手元の情報だけを使って解かずに当てる。人間の試験で言うと証明問題で先に答えの形に山を張ってそれらしい説明を後付けするタイプのズルです。解き方のズルなんだね。あれでもさ、変わった解き方をしただけでズル扱いされたらかわいそうじゃない？心配です。模範解答と違う解き方はハックとは呼びません。同じ候補を試す。でもそれが正当な解放の問題ならクリーン。同質そのものが問われている問題で確信のステップを置き換えた時だけハックです。別解は正当、確信の置き換えだけがアウト。じゃあさ、途中式をチェックすれば見抜けるんじゃないの？最近は途中の推論を採点する研究もあるって聞くよ。それが見抜けないんです。ここが最初のどんでん返しです。さっきの総当たり、途中の計算は全部正しかったですよね。あ、完璧な総当たりには計算ミスがない。論文が既存のステップ検査をハック検出に流用したら精度はおよそ 42%、ハックの一部を素通しして逆にズルのない答案の半分以上に細かいミスの旗を立てました。途中式が正しいかと問われた力を使ったかは別の問いなんです。計算ミス検出機ではズルは捕まらないのか？では実際にどんなズルがあったのか、研究チームが実際の答案を分析して手口を6つに分類しました。逆算サーチ、総当たり、パターン倍走、公式当て、答え当て、そして残りをまとめたその他の代表格が問題のすり替えです。問題のすり替え？何それ？出題にある条件を黙って一つ外して簡単になった別の問題を解いてその答えを提出するんです。ずる賢さの方向性が人間の受験生と同じなんだけど。科目ごとの色も出ています。物理のハックは3件に2件近くが公式当て、式を導き出せずにこの形のはず、解き奥から出して辻褄だけ合わせる。科学は6割が答え当て、物質名を先に記憶から出して与えられたデータは検算にしか使わない。物理は公式の暗記、科学は物質の暗記。テスト前の一夜漬けと同じ戦略なんだよな。実物の答案から印象的な瞬間を2つ紹介します。1つ目は物理、伸びるロープが重力で垂れ下がる形を導き出させる問題で AI は途中の張力の解析に詰まりました。そこで答案にこう書いたんです。見たことがある。それ答案に書いちゃうんだ。思い出した答えの形に2行の後付け説明を添えて正解、満点でした。2つ目はもっと率直です。
賭けを宣言してる。事故というより、方針としてズルを選んでいる場面もあるわけです。そして、ゾッとする例がもう一つ。ある答案は、素数かどうかは総当たりで確認済み、と主張しました。ところがその数、実際には素数の積に分解できたんです。確認してないのに、確認したって書いた、検証の偽装じゃん。これを見破ったのは、実際に手を動かして割り算した人間の専門家でした。AI による自動監査は、この、確認済みを額面通り受け取って通しています。監査する AI まで騙されることがあるのか。これは規模の話です。測り方を先に一言だけ、数学、物理、科学の答案300件を、分野ごとの PhD 専門家21名が、どの AI の答案か知らされずに判定して、お手本のラベルを作る。そのお手本に合わせ込んだ AI 判定機を3種類束ねて、多数決で3528件を監査しています。AI の答案を AI が監査するんだ。それ、自分に甘くならないの？いい質問です。実測があって、ある判定役は、自分の答案に旗を立てる率が他人の答案より7ポイント近く低かった。自己採点は甘くなる。だから自分の答案は監査させないルールになっています。自己採点が甘いの。AI も人間と同じなんだ。これが全体像です。教科書レベルの問題では、ハックは全答案の 2.2%、ほぼ起きません。それが数学オリンピック級の問題で4問に1問を超え、人類最後の試験と名付けられた最難関ベンチマーク HLE では4割近くまで増えます。難しくなるほどズルが増える。人間臭すぎる。簡単な問題でズルしないのはする必要がないから。おそらく、なお難しい2つの層は旧型も含む11モデルの合算で、最新モデルだけに絞ると最難関でも4問に1問ほどに下がります。それでも4問に1問。そして、今見たのは全答案の中の割合。ここからが今日の看板。正解と採点された答案のうち、ハックだった割合です。この論文の判定では、一番クリーンだったジェミニの最新版で 8.2%、現行の主力モデルはおおむね1割から2割強、そして分布の反対端、旧型の GPT4.1 では 44.1% でした。4割超え。でもそれ、旧世代のモデルなんだ。はい、ここは正確にいきます。44.1% を出した GPT4.1 は、研究チームが比較のためにあえて入れた、古くて弱い参照用モデルです。タイトルの、最大4割の正体はこの子で、現行機はもっと低い。なんだ。じゃあ、最新モデルを使ってる分には安心？それが、そうとも言い切れないんです。AI の判定機を通さない、専門家の直接判定の数字が別にあります。最強クラス3モデルの答案300件を専門家が読んだ結果、難問の数学に限ると 45.9% がハックでした。最強モデルでも難しい数学だと半分近く？数学は答えが整数や綺麗な式で当てて検算しやすい。です。実際、最難クラスで知られる物理のベンチマークのハック率が最小で、HLE の数学が最多でした。難しさより答えの形式が効いている可能性がある。というのが論文の見立てです。因果とまでは言っていません。狙われてるのは難しい問題。というより当てやすい問題なんだ。あと、皮肉な発見も一つ。弱いモデルほど解けない時にズルに走ります。ただ、ズルが正解まで届く率は強いモデルの方が高い。さっきの GPT4.1 はハックの9割以上が空振りでした。強いモデルの山間は当たるんです。実力があるほど山間も当たる。嫌なリアリティだ。世代の話もあります。同じ系列の新旧を比べると GPT 系もジェミニ系も世代が進むほどハックは減っていました。新しい訓練で強制されてきてるんだ。よかった。ただし例外が一つ。クロード、オーパス系は 4.7 まで綺麗に減った後、最新の 4.8 で増える向きに戻っています。この検証では判定機を変えて測り直しても同じ向きでした。へえ、バージョンアップで交代することもあるんだ。論文の主張はまさにそこです。今の訓練は露骨なハックを減らせている。ただし自動では減らないし、一度の更新で系列ごと後戻りすることもある。補足すると、その 4.8 もハックが得点化された割合で見れば他社の現行機と同じ水準です。ここまでが前半戦。こういう一次論文を全文読んで確かめる回をこれからも作るので、よかったらチャンネル登録して続きも見届けてください。さて、ここまで聞いてこう思いませんでしたか？ハックだろうと正解は正解。それも実力のうちでは？思った。山間も実力っているし。研究チームはそこに綺麗な実験をぶつけました。答え方のルールを変えるんです。逆算、総当たり、当てずっぽうは禁止。導出できないならごまかさずに、厳密には解けませんと棄権すること。カンニング禁止の張り紙だ。もしハックの得点が実力の別ルートなら、
鶴を禁じてもモデルは正攻法で解き直して得点は戻るはずですよね。実力があるなら近道を塞がれても登れるはず。結果です。表向きの正答率は 41.5% から 33.3% へ下がりました。では消えた得点はどこへ行ったか、ほぼそのまま危険に変わりました。正解で、かつ同質も正当だった得点、いわば実力点はほとんど動いていません。得点戻ってこなかったんだ。戻ってこなかった。ハックで取れていた得点は正攻法で取り直せる得点ではなかったんです。近道を取り上げたらその得点はほぼ消えた。空洞だったんだ、あの点数。ただこの実験には希望のある利面があります。最難関の一段手前、オリンピック級ではどうなったと思いますか？同じように消えるんじゃないの？逆でした。鶴を禁止したら実力点がむしろ上がる場合があったんです。上がった？禁止したのに？はい。オリンピック級の数学では実力点が 51.9% から 56.2% に上がりました。まだ手が届く難しさなら近道を塞がれたモデルは正攻法で解き直せる。近道があるから使っていただけ。最難関で得点が消えたのはそもそも登る力が残っていなかったからという解釈になります。鶴禁止。あ、実力のありかをあぶり出す主役になってる。副作用もあってルールを厳しくしすぎると本当は解けていた問題まで危険に回ります。物理では戻る得点より危険の損が目立ちました。万能の対策とは論文も言っていません。最後になぜ AI はこんなことをするのか。論文は因果はまだ主張しないと断った上で一つの仮説を置いています。今の AI の訓練では最終的な答えが合っていたら報酬という強化学習が広く使われます。この報酬は導き出して当てた正解と逆算で拾った正解を区別しません。 AI から見たら当てて検算するのは諦めるより常に得なんだ。そうです。この仮説が正しければ鶴は怠けというより人間が作った採点基準への最適化の結果です。だとすると対策も答える時の張り紙だけでは足りず、訓練の段階で結果に加えて家庭にも報酬を与える方向になると論文は書いています。採点する側の宿題でもあるんだ。今日の話の限界も添えます。この論文は8月3日公開のプレプリントで、査読前、独立の追試もまだです。著者はアリババの研究部門のチームで、比較対象には同じアリババのクエンも含まれます。そのクエンの成績は他社の現行機と同じ水準でした。ハックの最終判定は AI の判定機で、専門家との一致は 75.4%。しかも判定機は専門家が見つけたハックの6割ほどしか拾えません。つまり今日の数字は全部まとめて控えめな加減です。実態はこれより多いかもしれないという向きの誤差なんだね。とこの監査が意味を持つのは同質を試すテストだけです。知識を思い出すこと自体が正解のクイズ型には適用できません。おまけに専門家が読んだ問題のうち約 3% は模範解答や問題文そのものが壊れていたことも分かりました。答えだけで採点する仕組みの危うさは出題側にもあったわけです。整理するね。 AI の正解には解かずに逆算や当てずっぽうで拾っただけの答えが混ざってた。教科書レベルならほぼゼロ、最難関では4割近く、正解と採点された分に限ってもクリーンなモデルで 8.2%、 旧型では 44.1%。 鶴を禁止したらその得点は実力に戻らずに消えた。ベンチマークの点数を見るとき、私たちは何点取ったかだけを見てきました。この論文が足した問いは一つです。その点どうやって取ったのか。次にすごいスコアのニュースを見たらその質問を思い出すことにするよ。判定機のプロンプトも答案の実例も公開されているので、追試や査読で数字が動いたらまた確かめに来ます。コメント欄でも聞かせてください。 AI の点数、あなたはどこまで信じてますか？海外テックの気になる研究を一次資料まで潜って確かめています。リナとミントでした。バイバイ。